最終的に数珠がつく場所の作り込みを糊の代わりね、水ね。傷をつけることによって粘土と粘土がくっつきやすくなって、経年劣化とともに変化しても取りにくいようにしっかりと大事なところです。パーツの方も同じようにしっかりと傷をつけて、よいしょ。時々逆を落として何やってんだっていう時があって、こっちを落としちゃって、あれ違う、逆だったっていう時が、こっちを落とさないとはまらない。仮固定をしてみるとここにこうはまるわけね。こういうのができましたと。くっつける時は必ず一緒ですね。傷をつけて、これをやることで上の土と下の土がよく噛んで取れにくい。柔らかい土はくっつきますけど、硬いとくっつかないので、圧をかけてくっつけて、ここにまた粘土をして。で鬼の顔をやるときに中空洞になっててへこんでしまうといけないので、重要なポイントになります。これがくっつく元になるから。よし、じゃあ今からくっつけます。余分な粘土を取ったり足りないところを補正しながら進んでいきます。横のよいしょ。
であれが取れましたね。柔らかい土と硬い土が混ざらないので馴染むまで1日置くと割と同じ均等な硬さになってますね。移動して。角のボソボソしたところをまた同じように屋根拭き工事屋さんがこことここでくっつけます。屋根の方に。その時にここがトゲトゲしていると作業の時に手に傷だらけになってしまったり手袋破れちゃったりとかして作業しにくいので、あと掛け防止ですね。ここに顔があってこっちに屋根が来ててで導線が出てきてこういう風にやるんだよね。そうそう、だからこうなってね。とさ1センチもいけないけど5ミリぐらいとかものすごい束にしたやつで引っ張ってます。これが落ちないようにここ重要ですよね。くっつけたりするの。昔は多分導線しかなかったので昔の屋根はそれでももうしっかり持ってるよね。100年200年途中ででもやっぱり風が吹いたり台風が来たりっていういろんなことがあって補強をしたり途中でそういうことがありますけれど。あと中側をちょっとやります。よし、つきました。だいたいこの辺にこう来て。こんな感じでイメージをして。まあちょっと鼻の
ちょっと尖った面がいいかなと思って尖ったやつにしよう。慣れですかね。もともとはね、私看護師やってて、結婚してからこの仕事になりましたね。いろ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 あって、あの話しちゃってもいいの？ねえ嫌だ？やめとく？別に最初なんでやったかっていうと、私がこの仕事を結婚しようと思ってた時に夫の会社が倒産したんです。それで何やるって言ったら、また鬼瓦屋やるって言ったんで、じゃあなんか手伝うことあるかなと思って、でちょっとやってみようかなっていうのもあったし、私もその時点でじゃあこの人とさようならっていう選択肢とで、自分もついていって後ろからリヤカーをよいしょよいしょって押す選択肢とありまして、でそっちのねリヤカーをねよいしょよいしょって押す方をね選びました。でいつか私もこんな大きいのが一人で作れたらいいなと思いながら、すごいなと思って、でそれがずっと100年200年と残る仕事で、自分たちが死んでからも次の後世の西へ引き継ぐっていう仕事なので、すごいいい仕事だなと思ってやってますね。やっぱり男の人が作ってなくても同じような迫力があるようにっていうので、一昔前なんて始めた時なんて言えませんでしたもん。お寺さんとかさ、神社とかさ、こんな人が作って大丈夫なのみたいなそんなまだちょっと名残ありますよね。お相撲の土俵に女の人上がれないような、なんでずっと10年間は黒子でした。猛者みたいな人たちと仲良くして頑固なおっちゃんたちで、あとは、屋根屋さんが大体知ってくださったので、お寺の鬼私が作ったっていうことでも問題なくは、なので女の人が作ったやつだよって言っても別にそんな抵抗はね。でも勝手に私たちがそうやって遠慮してたところもあるかもしれないですしね、本当は。
やっぱこの辺睨みをやっぱり効かせて、なんかね、勢いのある顔を作っていかないといけないので、やっぱりそうするとこの辺が少し彫りが深くなると多少勢いが、目の辺とかをくっきりさせておけば遠くから見た時にボワーンとした感じがなく、くっきりと睨みを効かせる顔に。一回当ててみます。場所的にブスッといきます。こことここですね。じゃあ開けます。で、あと牙をやっていきます。
よし。じゃあ一人で。はい。はい。入らないと思うな。ここ一個偽物がちょうどこんな感じになってて、それキリキリなので、はいはいで大丈夫。よいしょ。別にここに来て取ってもらっても構いません。炎が直接かからないとここに当たって天井の方に行く対流作るため上に上がって下へ落ちるように。よっしゃ。途中まで来たら扉の位置変えな感じ。こういうふうに右側の方の扉を押してやって。で1時間おきぐらいに昨日だとどうなんだろう。夜中に1時2時3時4時って1時間ごとに温度火が消えそうな時はチェックしてる？うん。よいしょ。
この鬼師っていう仕事は古いお寺の修復工事をする時に下ろしてくるんですね、古い鬼瓦を。でそれをまた修復があるからっていうことで、私たちの鬼瓦屋さんにその古い鬼瓦がやってきまして、新しい鬼瓦を同じように作るっていう、鬼瓦のその昔のものを移すっていうのが鬼師の仕事で、そもそもそういう100年200年前の鬼瓦、横によく書いてあるんですね。なんか何年の何々製とかね、そういうのを見て、これは古い鬼瓦だなと思いながら、それを見ながら作るのが私たちの仕事ですね。でその時の人たちが何を食べてどんな生活しながらこの鬼瓦作ったんだろうっていうことを考えながら作ってますね。どんな思いで作ってたのかなとかね、いろんなことを想像しながら。でその作った鬼瓦はまた100年200年先の私たちがもう生きてない時代ですね。でまたその先の鬼師にバトンタッチをするっていう長い長いバトンリレーでもあるのが鬼師の仕事となってますね。そういうところにロマンも感じます。屋根の上って神社に行ったりお寺に行くとあまり見ることないんですよね。でも鬼の顔、鬼面が乗ってたり、あと植物だったり動物が乗ってることがあって、屋根の上にはいろんな飾り瓦がありますので、これからもより良い皆さんに愛されるような鬼瓦作りを目指して、あと皆さんにも親しまれるような商品開発をして、新たな新しい展開もしていこうかなとはいろいろと考えております。